冬本番です。寒くなってきました。古民家の場合、ガラス戸があってその外に雨戸がついています。その雨戸を閉めれば断熱性能が上がって暖かくなると思うんですが、当たり前ですけど雨戸を閉めると家の中が真っ暗になります。せっかく天気が良くても昼間の日差しが入ってこないので、やっぱり寒いということになってしまいます。これが問題の雨戸なんですが、この代わりにもう1枚ガラス戸を入れればいいんじゃないかと思いついたわけです。以前アップした古民家の木製サッシを二重にするという作業ですけども、目的としてはこれと同じで断熱性能を上げたいということなんですね。雨戸と入れ替えるガラス戸ですが、裏の出入り口を潰してしまって壁にしちゃったので、そのガラス戸が余っていました。長年の汚れが蓄積しているので、とにかくゴシゴシ洗います。ファクトリー9。それで取り外した雨戸の方なんですが、ちょっと思いついちゃいました。こんな風にですね、もともとこの雨戸の戸袋が穴が開いてるんですよね。もう隙間風ビンビンです。この戸袋の外側に取り外した雨戸を貼り付けちゃいたいと思います。ちょっとした外断熱です。最初にちょっとした受け材を取り付けておきます。簡単な作業で外断熱完了です。もう一枚の雨戸も上から打ち付けちゃってもいいかもしれません。パッと見では特に違和感ないと思います。内側から見ると元の穴が見えちゃいますが、もう隙間風は入ってきません。ここでちょっと一工夫しなきゃいけないことができました。雨戸よりガラス戸の方がちょっと小さいんですよね。なのでこの部分に鴨居の代わりになるようなものを作って取り付けなければなりません。納屋にちょうどいい角材があったので、これで鴨居を作りたいと思います。鴨居の溝を掘っているんですが、溝切りカッターのようなものは持っていないので、テーブルソーで何回も切って溝を掘っていきたいと思います。少し残ってしまった部分はのみで整えます。
両端はちょっとだけ加工が必要です。ファクトリー9。ファクトリー9。ガラス戸をはめてみたいと思います。ガラス戸の幅がちょうど良かったのでぴったりと収まりました。1箇所だけガラスが割れていたのでベニヤ板をはめておきました。室内からもちゃんと開け閉めできます。冬の間は閉めっぱなしになると思うんですが、暖かくなってきたらこのように開けて戸袋の中に収納しておけます。前回はアルミサッシを取り付けて二重にしましたけども、今回はもともとついていた雨戸の仕組みを利用して木製サッシを二重にしました。ちょっとした思いつきでやってみたんですが、意外とうまく仕上がりました。これで今年の冬は少しは暖かく過ごせるかもしれません。今回の作業いかがだったでしょうか。気に入っていただけましたらチャンネル登録、高評価などお願いしたいと思います。